やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ジョイオビオの VZ10。思いっきり KZ の公式サイトでプレセールキャンペーンやってるから、やっぱり、ジョイオビオは KZ の上位ブランドで、元締めは同じみたいだ。ジョイオビオといえば、突然彗星のごとく登場したブランドで、最近のとにかくスイッチ積んどけ状態になった中華イヤホン全体の流行りの先駆けになったようなブランドだったな。最初に発売された、ジョイオビオ社員は、剥き出しの KZ のような強烈なバランスがベースになっていて、そこにさらにスイッチでいたずらできる、脳みそ筋肉系パワーイヤホンに、電極ぶっ刺して好き放題できる、やりたい放題イヤホンだったんだけど、今回の VZ10 も、その立ち位置を期待してた。前作、社員はトリプルドライバに4つのスイッチがついていて、この時点でもスイッチ多すぎないと突っ込まれたんだけど、今回は、ドライバ数もスイッチ数もパワーアップ。より、やりたい放題なイヤホンとして復活した、という流れだ。ジョイオビオ VZ10 は、ただの KZ 系の5ドライバー、というわけじゃなくて、ダイナミックドライバーも目新しいものが採用されている。7mm の20磁気ダイナミックドライバーに、4台の BA ドライバー、スイッチは、高音域を1ドブずつ引き上げる3つのスイッチ、中音域を引き上げるスイッチ、そして、低音域を1ドブずつ引き上げるスイッチ、さらには、低出力な環境で作用する、全体を引き上げるスイッチの、合計8つがついている。パッケージを開けると、KZ の豪華版といった印象、ポーチが付属したり、最初からアップグレードケーブル相当の良質なケーブルがついてくる。それ以外は基本的に KZ 系に近い。本体はかなり大きめ、3つのスイッチを格納するために、12個のドライバーが収まっている。KZ-AS24 などとかなり近い配置になっている。ただし、AS24 に比べると重くないので、全体の印象としては、少し大きめのイヤホン、くらいの装着感だ。スイッチは SIM ピンで操作するタイプで、道具がないと動かせないんだけど、力をほとんどかけずに変更できるので、変更自体は容易になっているぞ。外装はいつもいの KZ の組み合わせ、といったところなんだけど、実はドライバーの前面には、レジンで成形された、音導管が配置されてる。これは、最近の KZ でも採用されたりされなかったりの構造なので、ZAR などと聞き比べても、中高音あたりの明瞭性はより引き立っているはずだ。付属イヤーピースはとても柔らかい、ほぼジョイオビオ専用のものになった赤軸スパイラルイヤピ。それから、通常のイヤピと、低反発イヤピがついてくる。ケースはしっかりしたもので、ジッパー開閉。使うかどうかはその人の趣味によるかな。ケーブルはさっきも言った通り、KZ 系の上級ケーブルが付属する。ただ、アンバランス 3.5mm のみの対応なので、ケーブル交換が必要なパターンは多そう。付属ケーブルの品質は決して不足してない。ジョイオビオ社員の時点では、アップグレードケーブルと通常の KZ 系ケーブルの中間の質感のものが採用されてたんだけど、今回は、アップグレードケーブルの銀メッキ線と完全に同等のモデルがついてくるぞ。というわけで、基本的に、外観、使用感は、ちょっと大柄の上級 KZ、といった印象のジョイオビオ VZ10。実際に、その音色を見ていこうか。VZ10 の核となる、ダイナミックドライバは、普段 KZ が採用している 10mm のドライバと比べて、一回り小さい 7mm のダイナミックドライバ。このドライバのサイズの違いが、低音の質感に影響を及ぼしてる印象もある。実は、同様のドライバのイヤホンは、かなり前に発売されていて、CCA-CA16 というハイブリッド型イヤホンも、このサイズのドライバを採用した上に、7台の BA を乗っけた、超マルチドライバハイブリッドイヤホンだ。ドライバのサイズが小さくなると、その分、低音の質は下がりそうなものなんだけど、実は、結構印象は違えど、CA16 と、標準的な 10mm ダイナミックドライバを採用した、KZ の超マルチドライバは、低音の量という観点では全く劣らない。VZ10 も CA16 と同様の差が 10mm ドライバ採用機との間にあって、基本的に量感はほぼ同じくらい出るんだけど、サブベースよりもベース周りの方が豊かになっている。KZ 製のイヤホンは、基本的に低音の中でもサブベース周りが非常に強烈なものが多いので、むしろ、この VZ10 や CCA-CA16 のような 7mm のドライバ採用モデルの方が、バランスは良かったりする。じゃあ、VZ10 はバランスが良いのか？バランスが悪いのが KZ の特徴なのに？実際聞いてみると、やっぱり案の定めちゃくちゃ強烈なイヤホンだ。ジョイオビオ社員を、そのままドライバとスイッチの数を増やしたような超変態イヤホンだな。実際に聞いてみるとわかるんだけど、スイッチ全オフの時点でも、かなり強烈な KZ 系、つまり、いかにもハイブリッド的な、
高音域が引き立ち、中音域が引っ込みながらもしっかりと聞こえて、低音域、サブベースがぶちまけられる。また、社員と同様、高音域側はかなり強烈に引き立った状態なので、空間表現も、鋭く広く感じられるように作られているぞ。さらに、ここで影響してくるのがスイッチギミック。標準状態でもかなりアグレッシブな調整の施されているジョイオビオ VZ10 なんだけど、さらに、高音、低音、中音の調整が細かくできるスイッチと、それから、全体の音量を調整できるスイッチ、これらを組み合わせることによって、アグレッシブに変化させることができる。もちろん、スマホとつなげた時には、全体の音量を抑えることで、ノイズを抑制することもできる。なので、ちょっと高級なお値段ではあるんだけど、初めての1台でなんか強そうなのが欲しい人にもおすすめの1台となっているぞ。スイッチを全部オンにした状態の VZ10 はひたすらやかましい。高音も、KZ 系の中で特別元気な部類に入るし、低音域側も、特に強烈な密閉感のある ZAS と比べると、さすがにそこまでではないものの、KZ 系の中でも強烈な部類だ。というわけで、高音域、低音域ともに最初から強烈な部類だし、もっと補正をつけることもできる。つまり強い。また、ジョイオビオ社員の頃には、ちょっと刺激的すぎた高音域に関しても、PA ドライバが並列で搭載されるようになったことで、より、刺さる音の少ないバランスに仕上がったぞ。なので、ジョイオビオというブランドを掲げているところで申し訳ないんだけど、これは、もう、KZ の、特にアホほど強烈なイヤホンだ。7mm のダイナミックドライバは、より濃厚な低音域を出す 10mm ダイナミックドライバの KZ のものに比べてキレが良く、残響感は少なくなっている。だけど、基本的には、めちゃくちゃやかましい KZ だ。つまり、KZ として満点だ。特に、ハイブリッドの元気な音を求めている人は、最初からかなり元気なところに、スイッチの調整で余計に強烈にできるという大変美味しい仕様になっている。スイッチで高音域側を立てると、より空間表現が明確になる。明確になりすぎてうさんくさいくらい、空間は広い、残響はほとんどないので、壁を感じることはないだろう。空間広め、高音強め、低音強め、さすがに、違和感のある音色もあるけれど、粗さやすれ、刺さるような音色は感じない。付属品も順当に KZ より1ランク上だし、何より、他のメーカーにはない、細やかなスイッチによるバランス調整が可能だ。KZ 製の他のイヤホンと比較してみようか。まずは、KZZAX。正直 VZ10 の気持ちよさは、KZZAX に近いところがある。抜け感が良く、低音側もしっかり出ていると、ZAX 好きな人であれば VZ10 も好みになるだろう。あとは、低音高音のバランスを、いかに好みにするか、といったところ。ZAX では、従来の調整しかできないけれど、VZ10 には一度部段階で、バランスを調整する機能があるので、ここがより好みにできる、というところに魅力がありそうだ。続けて、HM20。HM20 は、VZ10 と比較して、明らかに高音域側が柔らかい。あちらが本来のバランスに近いと思うんだけど、よりうさんくさいドンシャリバランスが好きな人だったら、VZ10 の方がおすすめ。同じようなメーカーの同じようなハイブリッドだけど、実際に使ってみると、かなり好みの人の層が違う、というのが分かってきそうだ。それから最後に、同じ5ドライバの代表的なモデル、KZZS10 Pro X と比較してみよう。初期状態から、ZS10 Pro X の方が、より厚みのある音だと感じる。これは、低音域側を担当するダイナミックドライバが、7mm の VZ10 と、10mm の ZS10 Pro X で、大きく出ている印象だ。また、高音域側に関しても ZS10 Pro X の方が、柔らかい印象がある。より、引き疲れしにくいのは ZS10 Pro X だけど、より頭が悪いのが VZ10 だ。こうやって見比べると、VZ10 は KZ 系ハイブリッドの中で、感触傾向が強く、中高音域の分離が強く、また、スイッチ込みで考えなくても、かなり高音域側の主張がはっきりとしたイヤホンであるということがわかるはず。他のこの価格帯のモデルと、競い合えるライバルだし、スイッチはやっぱりなんだかんだ面白い。AS24 は、割とおとなしめのところがスタート地点になっていて、そこにスイッチで補正を加えていく感じだったけど、VZ10 の場合はゴリラに強化パーツを加えるような状態なので、やっぱり、こっちを期待していた人は多いんじゃないかな。と、こんなところだな。VZ10 は概ね期待通り、ちょっと予想よりでかかったけど、思ったほど装着感には影響してこなかった。音質はアホなスイッチ付きそのものなので、強烈な KZ 系イヤホンが欲しい人に、しっかりとプッシュできる、面白いイヤホンだぞ。
割とハッスルした音だけど、ジョイオビオシャインと比べると細かなところの完成度も上がっていて、スイッチフルオンでも刺さらなくなったので、ぜひとも、VZ10 のタイミングでテストしてみてくれ。といったところで今回はここまで、